おっす、皆さんこんにちは、亀山明です。本日の動画はベジットの描き方です。まず最初に簡単にベースのベジットのデザインをですね、解説していきます。こんな感じで輪郭まず描きます。で、耳を描きます。っていうところまでは基本的に同じです。まずどういう形をしているか、どんなデザインなのかっていうのを、まずキャラクターの特徴の部分ですね、をある程度大まかに頭に入れていただきたいと思います。はい、こんな感じで、おでこの部分はベジータとかではなくて悟空とかの少しデコが狭い方ですね。そしてこの髪の毛を真ん中よりも少し左側に生やしてください。透けて見せるとこんな感じです。そこに対して中心に線を引いて、眉毛をこのちょうどこめかみの部分ですね、こめかみというかもみあげみたいなところに向かって眉毛を描いてあげる。そして目玉を入れてみたいなバランスですね。そして中心線から鼻と口を近いところに描いて、ひげとおでこのラインを足したら大体作れます。そしてポイント特徴2としては、このポタラっていうイヤリングがついてますね。これを両側につけてあげるというのを忘れないようにしてください。髪の毛は中心から少し角が入って、左側と右側に若干入るんですけど、あとは通常のスーパーサイヤ人と同じような形で、トップに向かってギザギザが伸びるように描いてあげるとだいたいベジットの形になると思います。こんな感じですね。これは今あくまである程度デフォルメのイラストで、大体の大まかなデザインを皆さんにですね覚えてもらうように描いてますので、この後しっかりと描いていきたいと思います。これちなみに倍速してないので、パッと描くのはこんな感じです。はい、こんな感じでベジットのベースのイラストができましたので、これを参考にこれから、しっかりと描いていきましょう。はい、そしたらちょっと新しい紙を出してきますね。チェンジ、ボディチェンジ、これ違うか。はい、ではですね、まず新しい紙を用意したので、今からベジット少しステップアップした感じで描いていきます。まず最初の部分は同じです。まずは輪郭から描いていきます。ホームベースを描くようにぐーっと、中心で少しだけ横線を入れて、で今日はちょっと髪の毛で隠れるので少し左サイドを短くしました。こんな感じですね。そして真ん中よりも少しだけ顎の真ん中にこの髪の毛の中心が来るようにして、少し生え際を左側に寄せてあげてください。ベジット中心じゃないのっていう方いるんですけど、基本的にはこのデザインが原作の単行本で出ている時も、左寄せになっている、ベジットから見て右側ですね。でアニメの作画の資料とかでも基本的に少し左寄せに書かれているので、このデザインが基本的には正しいと思います。で耳を描いて、耳たぶから少し縦長の、イヤリングですね、留め具をつけてあげて、ポタラのイヤリングをつけて、真ん中よりもちょっと上側で半分に切ってあげるようにしてあげると良いと思います。で隠れたところに耳を描きましょう。はい、これでベースの部分が完成しました。この時点でほぼほぼベジットの基礎的なところができましたので、真ん中に山の文字を書いて、こめかみの部分ですね、この刈り上げているところまで眉毛を伸ばしてあげます。そして反対側も同様に少し前髪で隠れてしまいますが同様に伸ばしてあげます。でちょんちょんで、目は三角定規を描くように少しキリッとした感じにする方は、アイラインを細くしてあげましょう。はい、目玉を入れるとスーパーサイヤ人の顔つきになりました。そして目の下のひげは若干 Z の頃にしたいので、ちょっと折り返しをつけながら描きましょう。で鼻は矢印と矢印を組み合わせて、ベジットは少し調子に乗っているような表情をするので、今日は少しニヤッとした口にしました。この口角ですね、口の口元の先にこの矢印みたいなのをつけると少しですね、なんかリアルな感じのイラストになるのでおすすめです。はい、では先ほどの髪の毛の束を少し立体感をつけながら描いていきます。だいたい真ん中を中心に、両サイドに2本、こう3本ぐらいですね、角をつけてあげて、これが放射状にまんべんなく散らばっていくような形でスーパーサイヤ人の髪の毛を描いていきます。正直この髪の毛の描き方とかもまた何か別の動画で
紹介できたらなと思うんですけども、結構ですねここに関しては好みのタッチであったりですね、その人の描く癖みたいなものでかなりなんですかね、描きやすさとかデザインが分かれてくると思うので、一概にこんな感じがいいですよとは言えないんですけど、ある程度描き分けられそうで皆さんが描きやすそうな解説が思いついたらちょっとまた別に動画を作りたいと思います。はい、こんな感じで隙間を埋め入れていくようになるべく、顔の一番手前側の髪の毛に関してはあんまり重ならないようにですね、ライオンの紙で一番前に5枚あったらその後ろが3枚、後ろに2枚1枚っていう風にちょっとずつ減っていくようなイメージで描くと良いと思います。はい、耳の下の辺まで髪の毛を描いたら、ちょっとポタラに隠れてますけど首筋を描いて僧帽筋、そして胴着の部分を追加してあげます。こんな感じですね。今ラインを入れたところが僧帽筋です。でぐーっと、はい、中にシャツインをします。ぐーっとでここを描いてあげるとある程度大胸筋のこの上の部分のラインを描く基準になったりしますので、あとは首から V 字を描いてあげて補助線、そしてカモメを描いてあげます。Z 風にしたい方は中心で綺麗に縦線を入れてあげるといいデザインになると思います。はい、あとは影をつけてあげてこの辺りは完成です。ここまで描けばもうほとんどキャラクターはできたも同然なので、あとはちょっとおまけで胴着の部分を付け足してあげます。でベジットは合体をすると悟空の胴着とベジータのZ の魔人ブー編の服装がミックスされた感じになるので、上に着てる服がベジータの色、そして中のシャツがオレンジで悟空みたいな感じになるので、この外側の服の部分に胴着ですね、ベータを塗ってあげるとベジットのイラストになると思いますので、こんな感じで白黒で描くときはシャ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 ッとこう斜線を引いてあげればベジットの完成になります。はい、もう少しね慣れてきたらテンポよく動画作っていきたいなと思うんですけど、まだそこまでの技術はなかったりするので、もうシンプルにこうやって実際に書いたものをあまりこう倍速とかにせずですね、簡単に解説できればなと思っておりますので、皆さん参考にできればぜひ参考にしてください。もっとこういうところを紹介してほしいとか、あればですね、少しずつ動画にしていきたいと思いますので、あんまり難易度の高いところっていうのはやっぱりですね、なかなかこう解説みたいな形にしてもこう再現性が難しかったりするので、なるべくこう簡単にできるものから紹介していきたいと思います。はい、こんな感じでベジットが完成しました。で最後ポイントをまとめるんですけど、はい、そうですね、ベジットを書く時のおさらい的なところを簡単にまとめたいと思います。ポイントは3つほどあるんですけども、まず全体から見て髪の毛の部分ですね、特に前髪のポジションっていうのがすごく大事になってきます。これ1つ目、今指しているところ、この真ん中よりも少し左寄せに描くっていうところで、次にこのポタラをしっかり描くところ、あとは胴着が黒くなるところ、ここはポイントでも何でもないと思うんですけど、この3つをしっかり描ければ、ベジットって認識できるようなイラストになると思います。それでは本日の動画はこれで終わりです。バイバイ。